ただいです。まひろです。くるくるくる、ただいまひろです。今日は世界の世界について勉強したいと思います。ちょっと私、日本の世界についてしか知らないので、もっとグローバルな AV 女優になれるように今日は勉強したいと思います。皆さんも一緒に勉強しましょじゃあ今からクイズを出していくので答えてください。う。はい。一番頻度が多い国は？頻度が多い国ですよね。メジャーな国ですよね。マイナーな国ないですよね。このぐらいの島とか。まひろさんも知ってる国だと思います。イギリス、違います。アメリカ。違います。沖縄とか、うんやっぱ南国じゃないですけど、うんあったかいところって多いじゃないですか、うん。それのスタンスになんか乗っ取っていくと、出なくはないかなみたいな。オーストラリア。違うんですよ。女の子が旅行で意外と行きたいちょっとマイナーな国で、女の子が旅行に行きたいちょっとマイナーな国。フランス？でも近いところに。地域的には。いや、わかんない。答えはギリシャです。ギリシャ旅行で行くんですか、女の子。なんか有名なのありましたっけ？ミコノス島とか、青と真っ白な建物と真っ青な海の景色が有名だったりとかで、ちょっと結構インスタとかになったりとか、たまに。120回とかじゃなくて3日に1回やってるみたいな。パートナーと3日に1回は絶対する。はい、パートナー以外もあると思いますけど、まあ多いですね、それは。次の質問いきますね。はい。第2問。逆に一番頻度が少ない国は？頻度が少ない国？めっちゃ難しいですね、この質問。だって世界が196カ国あるらしいんですけど、その中のトップって難しくないですか？196分の1。メジャーな国ですよね。よく知ってる国だと思います。よく知ってる国、日本。正解です。何をもって少ないって言うんですかね。単純に年間でうん。してる頻度がうん一番少ないんです。そうなんですか。みんなばっかしてるんですか。なんでなんですかね。そういうイメージ全然なかったですけど。してないんだ。これでしてないに入るんだったら他の国も青缶しまくりなんですかね。もうその辺でしてるみたいな。隣の家からちょっと喘ぎ声聞こえてくる日常茶飯事。3問目いきますね。はい。一番経験人数の多い国は？一番経験人数の多い国。そしたら人口的に今中国とかアメリカ。違います。人口関係ないですか？人口はあんまり関係ないかもしれないでブラジル、アルゼンチン、す。違います。チリ。違います。南米じゃないです。南米じゃない。全部わかんないじゃん。じゃあいきますね。はい。正解はオーストラリアです。それ言えばよかった。ちょっと思ったんですよ。頻度は多くないけど、いろんな人とやってるんでしょうね。観光客とかともしてるのかいろんな民族が混じってるの、オーストラリな。そうなんですね。すごいいろんな世界がありそうで楽しそう。いろいろな国の人がいるってことは、違う国同士でしたらどうなっちゃうんだろう。ギリシャの人と日本人の人が付き合ったら大変そうですね。ア。第4問目です。一番時間が長い国は？一番時間が長い国。これはね、やっぱジェントルマンな男性が多い国だと思うんですけど、韓国とか。違いますけど、ジェントルマンの多い国っていうのはもうめちゃくちゃ近いところまで来てます。ドイツ、違います。フランス。違います。何教えてほしいです。わかんないだって国が出てこないもん。ドイツ、フランス。やばい、ヨーロッパが出てこない。バットが似合いそうです。イギリス。正解。やったー。時計がある国ですよね、イギリスって有名な。そっか、確かにイギリスちょっとジェントルマンな気がする。はい、じゃあちょっとせっかくなんでサイトを参考にしながら世界の豆知識をお話ししたいと思います。アメリカの世界は思いやりが深い。アメリカ人の世界は大きく分けて2つの特徴があると言えます。1つ目は男性女性問わずアンダーヘアがないということ。みんな欧
米の方では男性も女性もアンダーヘアはお手入れすることがメジャーで、日本とは違い丁寧に整えている方が多いのが特徴です。2つ目は思いやりが深いということ。日本人の場合は中は男性が主体となることが多く、男性の意思に沿うことがほとんど。しかしアメリカの市場だと間もお互いへの配慮は欠かせません。とても思いやりで包んでくれるため、愛されてるなぁと実感する女性も多いと言えます。素敵ですね。イギリスのは付き合ってからが当たり前。イギリス人のは必ず付き合ってからするという流れがあります。日本だと交際する前でもし相性を確かめる人も多いですが、イギリスでは必ず交際をしてからすることに重きを置いています。その背景からも分かるように、ナンパやワンナイトラブは少ないのが特徴です。他にもイギリスのタイムは長時間であるという特徴もあります。イギリスは回数こそ少ないですが、1回の時間は長く濃厚なため性欲も強めと言えます。また1日に何度も求めるのが多いのもイギリス人がダントツと言われています。好きなんですね、イギリスの方は。時間が長いし何度も求めるって言っても絶倫が多いってこと？イギリスは絶倫ジェントルマンってことですかね。スウェーデンはフリーがメジャー。市議長が就業中の1時間はのための休憩を設けるべきだと提案したことがあるほどには寛容な国として有名です。スウェーデンのはスロー中心です。そのためお互いの気持ちいい場所を探り合いながら濃厚な時間を過ごすことが大好きです。質の高いいつも手探りで探していると言えます。また健康のためにをという考えも強いため、70歳を過ぎてもをしている方がなんと 60% もいることが分かっています。しかも90歳を過ぎても性的興奮をする方が3割近くいることも。日本人では考えられないほどのへの熱意を感じます。最後です。日本のは 50% が満足していない。日本の市場として有名なのが、日本国民の 50% がに満足していないというデータではないでしょうか。スローが盛んな国のようにお互いの気持ちいいところを探り合うしようという考えはあまり浸透していないため、このようなデータが出てしまうんですね。なるほど。日本はなんとアダルトビデオが世界トップと言われてるらしいので、皆さんありがとうございます。やっぱねすごい自分のやりたいようにやりたい分だけやれるから楽なんでしょうね。私も大好き。撮影は月に1回だけ。全然していない。自分だけだと思ってたんですけど、日本人みんなそうだって聞いて安心しました。でももうちょっと性に寛容な国になるといいなと思います。アダルトビデオは世界1位なので、皆さんそれを誇りにこれからもシコシコよろしくお願いします。ぜひ作品はお金を買ってみてね。今回は世界について話してみました。皆さん勉強になりましたか？参考になってると嬉しいです。それではチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。ただいまひろでした。バイバーイ。